こんにちは、おきこです。今回はちょっとかっこいいめのポーチを作ってみました。フェイクレザーのポーチでみんな大好きヌビキルトのレザーバージョンです。レザーのかっこよさとキルトの柔らかさがいい具合にマッチして、女性はもちろん男性の方にもおすすめのポーチです。フェイクレザーを縫うのは初めてという方でも上手に縫えるように、便利なアイテムや裏技の紹介もあります。ぜひ最後までご覧ください。それでは始めます。使用する材料はこちらです。表のレザー生地と裏生地はこちらの型紙に合わせてカットしてあります。ファスナーはオーダーカットのものが20センチくらいとスライダーが1つ、後で17センチにカットして使います。端布は 2.5 センチ ×5 センチが2枚です。キルティングの生地はこの縫い目がほつれてこないように、裁断したらすぐにほつれ止めのステッチをかけておくことをおすすめします。レザーやビニールのような滑りの悪い生地を縫うときは、このスムース押さえがあると便利です。ではこのスムース押さえを使ってステッチを縫います。生地端から 0.3 センチくらいのところを縫います。反対側も縫います。もしレザー押さえがない場合は、この半紙を使います。100円ショップで買えるお習字用の半紙です。実際に縫ってみましょう。半紙をレザーの上に重ねて紙ごと一緒に縫います。先ほどと同じで生地端 0.3 センチくらいを縫います。半紙を剥がすときはミシン目でしっかり折り目をつけてビリビリと破っていきます。こんな風に簡単に綺麗に剥がれます。レザー押さえは700、800円ほどで買えるので一つ持っておくと便利ですが、持っていなくてもこの裏技を使ってもらえれば大丈夫です。ほつれ止めが縫えたらお好みでラベルをつけましょう。今回は角から2センチの位置に縫いますが、お好きな場所につけてください。位置が決まったら先ほどの裏技、半紙の登場です。マスキングテープを用意して両面テープ風に輪っかにしてください。私の選んだラベルにはちょうどステッチの模様が入っていたので、その上を縫っていこうと思います。さっきのマスキングテープでラベルと半紙を固定します。さらに半紙の周りにもテープを貼って生地と固定します。半紙はこんな風に下のラベルが透けるので、また紙ごと一緒に縫っていきます。
ではテープと端子を剥がしていきます。先ほどと同じようにミシン目でしっかり折り目をつけてビリビリと破っていきます。残った真ん中の部分は先の細いものを使うと簡単に取れます。続いてファスナーの準備をします。いつも私が使うのは長さを自由にカットできるタイプのものです。自分でスライダーを通さないといけないのですが、慣れると便利です。そして端布です。スライダーを通すときはファスナーを少し開いて片側を1センチくらいカットします。こうして段差をつけるとスライダーが通しやすくなります。スライダーを通したら必要な長さにカットします。今回は17センチです。続けて端布を四つ折りにします。端布は 2.5 センチ ×5 センチで 2.5 センチというのはファスナーの幅に合わせてあります。四つ折りにしたらファスナーの端を挟みます。反対側はファスナーが開いているので、しつけで閉じてから端布を挟みます。端布をミシンで縫います。これでファスナーの準備ができました。では本体を作っていきます。ファスナー、表布、裏布、すべてのパーツに中心の印をつけます。では表布とファスナーを中表に重ねます。中心の印で合わせてクリップで固定します。固定したら端から 0.5 センチのところを縫います。縫えたらこの上に裏布を重ねます。中心と生地端を揃えてクリップで固定します。同じように 0.5 センチで縫います。裏布が縫えたら縫い代で折り返します。次にファスナーの反対側に本体を重ねます。先ほどと同じように中心を合わせて中表で重ねます。0.5 センチで縫います。
縫ったのがこの部分です。もう1枚の裏布を重ねます。また 0.5 センチで縫います。これでファスナーが縫えました。開くとこの形になります。ここに押さえのステッチを縫います。縫う前に裏布側からアイロンで形を整えます。押さえを基本押さえに戻しました。ここでも裏技の半紙を使います。生地の折り目に合わせて半紙を重ね、0.5 センチのステッチを縫います。反対側も同様に縫います。では仕上げです。ファスナーは真ん中くらいまで開けておきます。表布同士、裏布同士を合わせて袋にします。ファスナー口の部分もきれいに揃えて固定します。では返し口を残して周りを1センチで縫います。ファスナーの段差が越えられないときは押さえの後ろに端切れを挟むといいです。縫い代をアイロンで整えました。それでは返し口から表に返します。仕上げに返し口を閉じます。今回は手縫いで閉じますが、ミシンでも OK です。返し口が縫えたら、裏地を中にしまい形を整えます。これで完成です。よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。おきこでした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。